鮭。今日は秋鮭を使ってバター炒め飯を作りたいと思います。いいですね。簡単に言うとチャーハンですかね。バターの香るチャーハンと思っていただいてよろしいかと思います。鮭をほぐして鮭フレークを簡単に作ると、それをご飯に混ぜていくっていう感じの作り方ですね。僕はね、皮が好きだからちょっと大きめでもいいかな。この香ばしさ入れてほしいな、皮嫌いでも。鮭めっちゃ鮭。鮭。秋鮭の季節がやってまいりました。今日は秋鮭を使ってバター炒め飯を作りたいと思います。秋鮭ね、今スーパーいっぱい並んでますから、その秋鮭を使って簡単に言うとチャーハンですかね。バターの香るチャーハンと思っていただければよろしいかと思います。では早速やっていきましょう。鮭。では材料紹介ですね。まず秋鮭、それから炊いたご飯、ちょっとほんのり温かいぐらいがいいと思います。それから調味料がお醤油、バター、酒、白いりごま、塩コショウ、サラダ油ですね。青ネギもそうかな。まずポイントは、鮭をほぐして鮭フレークを簡単にこの中で作ると、それをご飯に混ぜていくっていう感じの作り方ですね。じゃあまずサラダ油ひいて火をつけます。じゃあ温まったらまず皮目から焼いていきます。皮目で、皮をここでガリガリに焼いちゃうのと、そうすると香ばしさは当然出ますよね。それから魚って皮と身の間に油が一番多いんですよ。それ一回出しちゃうみたいな。ちょっとね、ここのまず皮目を焼く工程はちょっと辛抱ですね。で、あんまり火が強いと跳ねやすいので中火ぐらいじゃいいんじゃないかな。じゃあ皮の焦げ目を確認してこのぐらいですね。パリッと。いいですね。この感じでいきましょう。このぐらいまで焼いてください。で、ここからですね、中にやっぱり中骨が結構あるんですね。それをほぐしながらちょっと一回抜きますね。ちょっと一回火を弱めましょうかね。意外に油が多い。裏面焼いたらちょっとほぐしつつに崩していくと骨が出てきますね。こうやってね、ここで一回ここで火止めてしまっても構わないので、ここでふっと、そんなにねたくさんあるわけじゃないのですぐ抜けると思いますね。骨が取れたら再度じゃあ加熱をして、今度は徹底的にほぐしていきます。ほぐしたらここに調味料、味をつけていきますね。お酒、お醤油で、まだねたまにねこうやって骨出てきますよね。で、最初に骨抜きしてもいいんですけど、骨抜きすごい嫌いなんですよ、僕が。めんどくさくて。で、ここで取れるならいいかなみたいな。簡単ですよね。骨抜きという道具を使わなくて済む。で、鮭が調味料を吸ったらここでご飯ですね。ちょっと鮭の脂向いてるので少しこう押し付けながら身を重ねてご飯の上に乗っけて、ご飯の中に入れ込んでいく感じですかね。全体に鮭とご飯がこう合わさったらですね、ここでバターを落とします。で、バターをなじませます。バターなじんだらここで塩コショウ、お塩全体にさっとでコショウ、お塩なじんだら最後にごま、ざーっとでネギ、もう旨味はだからこのバターと鮭自体の旨味でも十分ですね。は
はい、盛り付けです。これは中華なんですか？和風なんじゃないですかね、これね。お醤油とバターとみたいな。僕はね、皮が好きだからちょっと大きめでもいいかなと思うんですけど、皮苦手な方もいますからね。でもこの香ばしさ入れてほしいな。皮嫌いでも。完成です。では熱々をいただきたいと思います。いただきます。うん、鮭。めっちゃ鮭。バター入れたからってバタバタしてるわけじゃないんですよ。ほのかに下から支えてくれてる感じですかね。もう前面に立つのはもう、はい。香りですか？鮭。あ、鮭。鮭の香り。なんか締めにもいいですね、これね。お酒飲んだ後の。で、卵使ってないんですけど、結構やっぱり鮭から脂も出るし、身もパラパラになるじゃないですか。身自体が水分抜けて、だからそれがねちょっとパラパラ感を出してくれますね。やっぱりね、あとね、皮が効いている。この皮のちょっと焦がした感じがとても効いてますね。秋鮭の食べ方の一つとしてこれはね結構いいんじゃないかと思いますね。最近は特にですね、お子さんのお魚離れが著しいようですから、そういう意味でもこれはねお子さんも大好きな味だと思います。はい、ぜひこの秋に作ってみてください。ごちそうさまでした。